都の人たちが彼女たちを見るのって久しぶりだもんね。帰ってきたらとねぎらってあげないとね。帰ってきた。やっほーん、みんなお久しぶり。数え役満シスターズの凱旋だよ。都内200万のシスターズファンの皆さん、お待たせ。みんなの妹ちいほちゃんのおかえりだよ。ただいまみんな。はい、下がって下がって。シスターズの通行の邪魔になりますから、みんな下がって。こらー、早く後ろに下がるんだ、このボケナスども。だから前出るなっちゅうねん。お前らちょっとうちらの言うこと聞かんかーい。だから下がれと言っている。お前らみんなチンコ引きちぎってやるの。うらー、下がれっつっとねん。おんどれらしばきますぞ。しばいてますぞこらそうだね。このままじゃナギちゃんたちが暴動を起こしそうだね。やーん、カツトン久しぶり。チーがいなくて寂しかった。もう甘えん坊なんだからカツトってば。ちーちゃん抱きつくなんて抜け駆けだよ。お姉ちゃんもするカズトさんの言う通りだよ。姉さんたち少しは時と場所を考えて。カズトさんに余計な敵を作りたくないでしょ。さっさと移動するよ。お姉ちゃん、もうちょっとカズトにくっついてたいな。姉さんがカズトさんとイチャつけばイチャつくほど民衆の中に反カズトさんの機運が盛り上がっていくんだけど、三国同盟ぶっ潰す気。わかったよ。離れるよ。わかってる。ほら姉さんたち行くよ。お前ら人がおとなしゅうしとったら突き上げるよって。加減にせよ。公務執行妨害で逮捕するぞ貴様ら。クズはクズらしく警備隊の言うことを聞けなの。ご主人様、髪がぐちゃぐちゃになってるよ。
官軍が黄金島討伐に手こずるわけだね。お姉ちゃんたち人気者だもん。だけどたまにゾッとしちゃうわ。地位が煽ったらこんな都なんて一瞬にして。ごめんごめん。けどたまにそんな風に思っちゃうんだよね。力を行使してみたいって欲求に駆られるのはわかるけど、ほんの少しでも実行しようとした瞬間、シュシュンさんやミンメイちゃんに命を狙われることになるからね。怖いと思うんだったら、今後はそういうこと口に出さないで。私たちの命のためにも。はーい。ところでさ、カツト、私たちなんでお城に入ってるの？事務所に帰らないの？そんなこと言ってたっけ？言ってたよ。ちなみにライブツアーの費用は三国から出してもらってるんだからね。ああ、それで蓮舫があれだけの贅沢を許してくれたのか。領収書は三国持ちで、私たちの懐は少しも痛まないからね。カズトさん、後で生産よろしく。なんだかわからないけど、とりあえず高宗山さんが1年で得る税収分ぐらいはかかってるわ。うわそれぞれの地方での宿泊地に最高級宿屋を使ったでしょ。あと移動の時の最新鋭牛車の手配とか、新しい衣装とか舞台装置とか。あとね、美味しいものいっぱい食べて、美味しいお菓子いっぱい食べて、高い化粧品いっぱい使って。まあ、姉さんたちが言ってるのなんて些細なものよ。一番費用がかかったのは人件費。ライブ会場の設置とか警備とか、人を使うのが一番お金がかかるってよーくわかったわ。そういうことだから、各国の代表さんへの交渉はよろしくね、カズトさん。数え役満シスターズの世話をするのは、どれだけ偉くなったってカズトさんの仕事だよ。そうそう、私たちカズト以外の人と仕事する気ないからね。もう、ご主人様女の子には弱いんだから。だけどいいよ、手伝ってあげるね。遅いわよ、カズト。本郷隊の皆さんヘロヘロになってましたからね。あの熱狂的な群衆の整理をしたんだから疲れもするわ。恐ろしいことです。みんな久しぶり。元気してた？では今回の大陸全土ライブツアーの本質である大陸各地で集めた情報の報告をさせていただきます。北方、幽州を皮切りに平州、紀州、四州などにつきましては特に大きな変化もなく、人心も治安も安定している状態でした。
当然でしょ。そうよ、私たちが組んだ統治計画は完璧よ。次は慶州より東方、徐州、揚州、余州5の統治する地方の報告になります。問題はないと思うんですけどね。私が見る限り確かにほとんど問題はありませんでしたが。ほとんどということはいくつかは問題があったということか。はい、残念ながら小さな点がいくつか。まずは治水、小規模ではありますが川が氾濫するところがちらほらと見受けられました。この辺りは至急改善すべきかと。簡単に言うわね。長江の治水など神でなければ完璧にはできやしないわ。しかし長江の氾濫後の対応に民は不満を持っているようでした。小さな不満も溜まっていけば大きな動乱につながります。ご注意を。忠告感謝する。何か対策を考えてみよう。よろしくお願いします。あと1点。まだ何かあるの？はい、5南部におけるシスターズの関連商品の売れ行きですがかなり鈍かったです。何？それはまずいな。まずいってどういうこと？メイリー。三姉妹の関連商品の売れ行きが悪いということは5南部の民が娯楽に使う余剰金がない、もしくは少ないということです。しかもそれが我が国の穀倉地帯として開発中の南部ということであれば、確かにまずいかもしれませんね。南部と北部での格差が広がってそれに対して不満をためてしまうということですね。なるほど。不満がたまればそれがいつしか暴動へとつながる危険性があるということか。よい。秦より始まった反領戦を経済の基本となすという本郷の案を受け、現在大陸中に貨幣経済が浸透、もしくは普及していってはいるが、中央より距離のある大陸南部にはまだ浸透しきってはいないということでしょうか。そういうことになりますね。北部は貿易による金銭収入が主だ。しかし南部では現在国米が収入の大きな柱となっている。格差が出るのは当然と言えるか。国米は金銭で買えます。でも国米では他のものを賄えない。そのあたりが肝でしょうね。どうしましょうかね。聞こう。工業製品ですか？税の不公平感はどうする？そう簡単にいくかしら。商人たちに不公平感はないでしょう。しかし北部の一般市民が不公平感を持つ可能性はある。だけど打開策としては妥当でしょうね。細かな調整は私たちが行うことにして、ひとまずは勝人さんの案を採用してもよろしいのでは？
調整なら私が頑張ります。ならばそうするか。作る品に関してはこちらで考えてみよう。もし思い浮かばなければ展開の知恵を貸してくれ。北方でも呉の南部と同じ現象が起こっていたのを忘れていました。貨幣経済の弊害というか、やはり中央より離れれば離れるほど格差は広がる傾向がありました。なるほど。ケイファ、すぐに対策の立案を。カリンさんやレンファさんのところであったということは、もちろん食地方でもあります。というか、食地方のほとんどで関連商品の売れ行きが鈍かったです。生徒以外の地方の開拓も現状ではまだそこまで進んでいませんからね。貨幣経済が浸透するにはもう少し時間がかかるかもしれません。今は街道の整備を急がせるしかないね。はい。だけど絶対的に妊婦の数が足りませんから、かなり手こずりそうです。こちらからも街道を伸ばすのね。蜀の国境を越えることになるけれど。そんなの全然気にしないでください。街道が整備されれば便利になってみんなが幸せになるんですから。よろしくされましょう。リン、実行案の提出と手配をお願いね。よい。ぎゅい。だけどあと一点見過ごせないことがあったわ。5個の連中がね、なんだか怪しい動きをしてたんだよ。まだ大規模な軍事行動にはなっていませんが、注意が必要かと。備えはしないといけないけど、あまり大げさにしちゃうと相手を刺激することにならないかな。なりますね。今はまだ1体を派遣して防備に当たらせるぐらいが妥当かと。油断せず刺激せずってこと？そういうことです。あくまでゆっくりと相手を刺激しないようにですが。およい、やってやろう。ひとまずは蜀の将にて担当するのが筋だろうしな。えんや、付き合え。ぐだぐだ言うな。行くぞ。そんな。そうしていただけると兵の士気も上がります。了解。桔梗さん、エンヤちゃん、よろしくね。おう。報告は以上です。別に大したことじゃないよ、これくらい。ありがたいと思うなら、今度一方亭の
シューマイが食べたい。ちょっとそこのお二人さん、二人でいい雰囲気醸し出してるけど、ちーたちだってちゃんとお仕事してたんだからね。そうだそうだ、お姉ちゃんをないがしろにすると許さないぞ。よかったね。それでシスターズのみんなはこれからどうするの？しばらくはライブの予定もないし、都でのんびり休養かな。いい加減疲れも溜まってるしね。温泉に入りたい。そうね、しばらくは都で活動しつつのんびりするって感じだけど、それでいいかな、カズトさん。